こんにちは、のすけです。沸騰冷却専用の PC ケースを自作する企画。前回の動画でインフィニティミラーの製作が完了し、ケースについてはほぼ完成となりました。今回は本題の沸騰冷却部分を作っていきます。ということで早速、水枕の製作から。昨年に試作した水枕は横向きだったのに対して、今回は縦向きになるので、入り口と出口を変更します。その他、基本的な構造は実績のある昨年と同じ形状に。詳細はこの動画を見てね。使用したレジンは昨年と同じレシオネの G217。色々と透明レジンを試しましたが、造形しやすさと耐熱性を両立できるレジンがこれでした。この辺の動画で解説しています。印刷完了。IPA で洗浄して。二次硬化が終わったものがこちら。透明レジンの鬼門。サポート材の印刷太りは解決できないですね。仕方がないので、サポート材ごとフライスで削って、面を出します。ダイヤモンドヤスリで仕上げ。フライスごとダイヤモンドヤスリ後の比較。昨年の経験から、フッシング取り付け部は、硬さが必要なので、アクリルパネルを貼り付けます。今回は透明と薄いブルーを用意しました。厚さはどちらも2ミリで、耐熱温度は80度です。で、貼り付けなんですが、昨年はレジンを使用して少し剥がれてしまったので、今回は瞬間接着剤を試してみることに。が、ダメでした。無数の気泡が残ってしまいました。瞬間接着剤だと気泡を抜く前に固まってしまいます。なので今回もレジンで接着。レジンなら紫外線を当てるまで固まらないので、気泡を抜く時間が十分にあります。気泡が抜けたら紫外線を照射。最近 UV 多めなので目がちょっと心配。固まるとこんな感じです。気泡は最小限にできたかな？接着剤のレジンがはみ出しているので、ダイヤモンドヤスリで綺麗に削っておきます。マザーボードに取り付ける部分の台座は、ミニルーターで成形。リングのネジ部にボール板で下穴を開けて、タップでネジを切ります。紙やすりで加工面を整えて、コンパウンドで磨けば、水枕の完成。美しい仕上がり。銅のブロックは前回のものを有用するので追い剥ぎします。Oリングも有用。隙間は化学薬品耐性のあるシール剤で埋めときます。銅のブロックと接着。ネジを固定して、シール剤が乾くのに一晩放置。最後に不圧で漏れチェック。一晩放置して漏れなし、パーフェキです。水枕の取り付けは、バックプレートに中華水冷に付属のネジを取り付けて、固定するだけの簡単なお仕事。CPU グリスは MX4 を使いました。問題はここから、配管は現物合わせで作っていきます。フロントラジエーターの下の出口から、水枕に入って、沸騰した蒸気は、天板のラジエーターに導かれる。天板のラジエーターで蒸気を液化して、フロントラジエーターに戻すという計画。フロントラジエーターは中央に壁があるタイプなので、下部に緊圧パイプが必要です。曲げて、切って、やすって、仮組みして、微調整の繰り返しなんですが、こういうの時間がかかるんですよね。もぞもぞ何かをやっているところの繰り返し。動画的に面白くないので、大胆にカットします。水枕から天板のラジエーター、フロントへの戻し、まで完成したところがこちら。ここまでで漏れチェックを実施。マイナス 80kPa で問題なし。下側もサクッと。配管の角はヤスリしておくのが職人。Oリングはノベックで防潤しない、バイトンを使用しています。水枕入り口の配管まで完成。漏れチェックも OK でした。
で最後に残していた難関が緊圧パイプ。こういう短い距離を U 字で曲げるの難しいんですよね。だいたい配管の感覚が合わない。なので今回は全体を適度に温めて、強引に押し込む、という、ヒューガ君もびっくりな手法で突破しました。漏れチェックも OK。とりあえず配管は完了です。最後にポンプを搭載。下段がぎっちり、隙間なしになりました。ちなみに裏側は、ちょっとケイオスになりかけてます。ポンプの接続は天板のラジエーター側面です。ボールバルブ付き。あと、フロントラジエーターの下部には、排水用のボールバルブも付けときました。あとはノベックを注入するのみ。前回の沸騰冷却 PC から回収したノベックは、これだけ。果たして足りるのでしょうか。注入。全く足りません。安心してください。これが正真正銘最後の一本。これがなくなったらこの企画は終了。のすけのニート生活も終了です。最後の一本、とくと味わえ。どうやら足りたようです。よかった。ちなみに残りは半分ぐらいかな。ポンプで減圧。やはりノベックの蒸気だと、マイナス 70kPa ぐらいまでしか減圧できないですね。ポンプのダイヤフラムゴムがダメになるようです。とりあえず一晩放置して、最終の漏れチェックをします。漏れは大丈夫だったかな？マイナス 70kPa、大丈夫なようです。スイッチパネルを取り付けて、起動してみましょう。スイッチ、オン。問題なく起動。画面録画ソフトを起動したらちょっと沸騰始めました。CPU の温度は60度ぐらい、ちょっと高いか？ CPU-Z で負荷をかけてみます。沸騰が明らかに激しくなりました。CPU の温度は83度ぐらい。このぐらいで安定してくれれば、なんとかなりそう。水位がだんだん下がってきたような。CPU の温度は90度手前。ついに体気に。CPU の温度も95度を超えてしまいました。実験中止してクールダウンしてみたのですが、水位が戻ってこない。多分沸騰した後に冷却されて液体になったノベックが、天板のラジエーターに溜まってしまったようです。なので追いノベックをして水位を上げます。追いノベックは真空引きにしてみました。水位は天板のラジエーターから戻ってくるパイプが満たされるぐらいに調整。で、もう一度ポンプで減圧します。が、ノベックの蒸気が多いので、ポンプ手前で凝縮してしまい、うまく機能しません。凝縮しないようにちょっとずつ減圧しても、マイナス 60kPa まで減圧するのが限界でした。とりあえずマイナス 60kPa で、性能確認を再開。
CPU-Z で負荷をかけます。圧力が高いせいか、沸騰が弱い感じがします。CPU 温度も90度を超えてしまいました。CPU 温度が93度を超えたら急に沸騰しだした。CPU の温度が若干低下して89度ぐらいで安定。ただ前回の試作機では85度ぐらいで安定していたので、ラジエーターの容積が2倍なのに悪化しているとか。わけわかにゃん。で、編集していて気づきました。ライゼン7 7700で 90W って大きくね？前回は 5700G で確か 65W ちょうどだったような。あと、ケースファンの回転数がアイドルだった。これは単純にミス。CPU 温度に連動させるの忘れてました。つまり、すまんかった動画になってしまったということです。ということで、次回は編集中に気づいた点の改善と、展示に向けた仕上げをやろうと思います。次回までに YouTube のメンバーシップ、もしくはニコニコのサポーターになると、ちょっといいことがあるかもなんで検討してみてね。ではでは。